皆さん、こんにちは。ルーパ先生です。君の一番好きな映画の先生。今週の YouTube 動画で私のトップ5映画を教えたいと思います。私のメッセージでいつも一番好きな映画は何ですかとか、英語を勉強するためにおすすめ映画は何ですかを聞いていますので、その質問を答えるためにこのビデオを作りたいです。そして今日の紹介する映画は自分の英語の勉強でいいし、自分の生活のためにもっと楽しむとかモチベーションをもらうようにいいですよ。そして来週、私のトップ5テレビ番組をするので、それのためにチャンネル登録してください。じゃあ始めよう。No.5 アマデウス。アマデウスという映画は超有名な音楽家ウォルフガン・アマデウス・モーツァートの人生の話についてです。なぜこの映画は本当に好きのは理由が2つあります。1番目は多分皆さんは私についてこれを知らないんだけど、僕はヒップホップの以外でクラシックな音楽は本当に好きですよ。ほとんど毎日寝る前にモーツァルトやベートーベンを聴いています。実は私のアラームクロックはモーツァルトのレクイエム。理由2番目は彼は35歳だけまで生きたけど、そのすごく短く人生で素晴らしいことをやって成功しました。実は彼は6歳の時にもう素敵な曲を作ったり、彼の情熱を続いたり、毎日毎日彼の夢は現実になるために頑張りました。だからモーツァルトはめっちゃ尊敬します。でもその偉いことをやりながらまだ超楽しいことをやりました。だからアマデウスは私のリストの5番です。楽しいすることを忘れないでください。Alright, No.4The Shawshank Redemption ショーシャンクの空に。まあね、この映画は世界各地の一番人気な映画だから多分名前聞いたことありますよね。話は冤罪によって投獄された銀行家についてです。ショーシャンクはその刑務所の名前で、登場人物アンディさんとレッドさんは毎日毎日すごく厳しいことを我慢しないといけないです。だからこの英語の大きなメッセージは希望について。大変な時に希望して活動しなければなりません。だから私のリストでショーシャンクの空に4番です。Alright, No.3 Hello. My name's Forrest Gump. Do you want a chocolate?
I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. 人生はチョコレートの箱のようなもの。飽きてみるまでわからない。わお、フォレスト・ガンプは本当に素晴らしい映画ですね。まだ見たことないなら絶対見た方がいいよ。話はまあね、頭がそんな良くないけど、本当に親切な心を持っているフォレスト・ガンプさんはバス停で待ちながら知らない人に彼のすごく面白い人生の話について話しています。彼は全然天才じゃないだけど、彼はまだすごい成功する。だからこの映画のメッセージは、やりたいことをやってください。もっと冒険してください。自分の心を続いてくださいのメッセージです。私はいつも人生は短いねとか、最近は働くだけね聞いていますね。それは全然違いますよね。人生は短くない。もっと経験してその問題を解決してください。だから自分の生活でもっと冒険したいなら、この映画フォレスト・ガンプを見なければなりません。Alright, number 2!ロッキーはね、多分私の生活と考え方を一番影響した映画です。ちっちゃい子供から多分8歳ぐらい今までも見ています。まだ見たら超モチベーションもらいますよね。多分ロッキーのおかげで僕はボクシングの練習していたし、筋トレも知っていました。だからロッキーは私のリストの2番です。私ももちろん時々疲れたし、やる気がない時もありますよ。例えば遅くまで働いた時にとか。でもそのやる気がない日、私はちょっとだけ少しロッキーのトレーニング動画を見てすぐやる気になります。どうやってわからないけど、ずっと10年間、12年間ぐらいでロッキーは私を感動されています。多分ロッキーの考え方だからこの映画は本当に素晴らしいです。その考え方は誰もができるとか、普通の人もすごく大きなことができる。全力を尽くしたら。だからロッキーを見て生活で 100% を知って自分の夢は現実になってください。Okay, my favorite movie, number 1.
The Pursuit of Happiness 幸せの力 Wow, wow, wow なぜこの映画私の一番好き理由が多すぎまあね、私の一番好き尊敬している俳優ウィル・スミスと彼の息子ジェイデン・スミスは一緒に大変な時を我慢して素晴らしいパフォーマンスをしますその後、この映画は本当に感動させる映画です多分実話ですからそうだね、True Story クリス・ガルナーという人の人生の実話についてです彼の人生は本当に大変だった罪を逃げたしホームレスだったし食べ物もなかったでも彼は諦めなかった言い訳をしなかった夢を続いたそれはすごく尊敬することです多分言い訳している人が多いすぎですからねそして今までの一番好きな映画のシーンHey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Let's go. だから幸せの力は私の一番好きな映画です皆さんの一番好きな海外の映画は何ですかじゃあそれをコメントで書いてくださいそして来週の動画私のベスト5テレビ番組を見たいならチャンネル登録をしてくださいじゃあまた今度